今日は油淋鶏を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、油淋鶏を作っていきたいと思います。今回はですね、鶏胸肉を使って作るんですが、鶏胸肉がパサつかずしっとりとした仕上がりになる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お水、お砂糖、塩、片栗粉、そして揚げ焼きする時にサラダ油を使用していきます。まずお肉なんですが、今回はねヘルシーな鶏胸肉を使っていきます。ただですね、鶏胸肉はちょっとパサつきやすいので、鶏胸肉をしっとりさせる方法を今回はご紹介していきます。その時に使うのがお水、お砂糖、塩です。こちらの3つを使うだけでこの鶏胸肉が驚くほどしっとりとした仕上がりになります。今回の鶏胸肉はですね、一番約 350g のものを使用してます。こちらはね目安にしてみてください。お好みで鶏もも肉を使っていただいても OK です。それでは続いてタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、生姜、お醤油、お酢、お砂糖、蜂蜜、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、生姜なんですが、こちらは生の生姜を使っていきます。もしねない場合はチューブタイプでもいいんですが、生の生姜の方が香り高くて美味しいのと、さらに食感も楽しめるので生の生姜を使っていただくのがおすすめです。あともう少しねタレにパンチを効かせたい時はニンニクを刻んで入れてみてください。ニンニクを入れる時はですね、だいたい1つね入れていただくといいかなと思います。そして味付けのポイントなんですが、今回少し蜂蜜を加えます。そうすることで蜂蜜のコクが加わってとても味わい深いタレに仕上がります。ただ蜂蜜が食べれない場合はこちらは抜いて作っていただいて、あと甘みはお砂糖をほんの少し多めにしてお好みで調整してみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね早速作っていきます。まずはじめに鶏胸肉の下準備をします。今回皮は使わないのでこちらはね取り除いてください。このように引っ張っちゃって OK です。そしたらですね、このように見ていただくとちょっと厚みがバラバラですね。この厚みを均一にしていきます。ちょっと分厚い方、ここら辺のお肉のところに包丁で切り込みを入れます。厚みが同じになるように入れていただいて、そして開きます。はい、こんな感じです。だいたい同じぐらいの厚みになるように開いてみてください。そしたらですね、表面にフォークで軽く穴を開けていきます。そうすることでお肉がね柔らかく仕上がりやすくなります。はい、 OK です。それでは続いてポリ袋などを用意してください。この中にお水とあとはお砂糖、そして塩を入れます。これでよく混ぜましょう。お砂糖と塩をきちんと溶かしてください。この液体をですねブライン液というんですが、このブライン液につけていただくことでお肉がねとてもしっとりとした仕上がりになります。でお砂糖と塩が溶けたらここにねお肉を入れます。よいしょ。そしてしっかりなじませてください。あとはね空気を抜いて口を縛ります。そしてこのまま30分漬け込んでください。時間がある時はね1時間ほど漬け込んでいただくといいかなと思います。時間がない時はね30分だけで OK です。そうすることでお肉がねとてもしっとりとした仕上がりになります。それではこのまま冷蔵庫で30分漬け込んでいきます。ではねお肉を漬け込んでいる間にタレを作っていきます。まずですね長ネギをみじん切りにしてください。みじん切りの方法はねやりやすい方法でやっていただいて OK です。では切っていきます。長ネギはこれで OK です。そしたらこちらをボウルの中に入れます。それでは続いて生姜です。まず皮を剥きます。そして生姜も同じようにみじん切りにしていきます。こちらも切りやすい方法で切ってください。はい、生姜はこれで OK です。こちらもボウルの中に入れてください。生姜がお好きな方はねこの倍量ね 10g ほど入れていただいても美味しいと思います。そしたらあとはね調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてお酢、
お酢はね今回穀物酢を使ってます。お好みで米酢を使っていただいても OK です。米酢を使うとねどちらかというとまろやかな仕上がりになって、穀物酢を使うとさっぱりとした仕上がりになります。続いてお砂糖、あとは蜂蜜、そしてごま油です。これをよく混ぜましょう。お砂糖のねシャリッという感じがなくなるまでしっかりね混ぜてください。タレはこれで OK です。こちらはね使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、30分経ちました。そしたらこちら袋から取り出してください。水洗いはしなくて OK です。はい、そしたらね一度キッチンペーパーの上に取り出してください。そして水分をねしっかり拭き取ります。はい、これで OK です。このようにブラン液につけていただくことで塩も入っているので下味もねつけることができます。そしたらここに片栗粉をまぶしていきます。全体にねまぶしていきましょう。はい、これで OK です。それでは今からこちらを揚げ焼きしていきます。それではねフライパンを用意してください。今回私はね直径20センチのフライパンを使っていきます。ちょっとねお肉がぴったり入るぐらいのものを用意してください。そしてここに油を入れます。油をねもうこれだけで OK です。全体に広げて一度火にかけます。そしてこのまま中火で1分ほどまず油を温めてください。はい、1分経ちました。そしたらですね、もともと皮がついてた方ですね、そちらを下にして焼いていきます。よいしょ、やけどしないように入れてください。火加減はそのまま中火で OK です。このままですね、ヘラで押さえつけながら焼き色がつくまでまず焼いてください。このようにね、押さえつけながら焼いていただくと綺麗にね、焼き色がつきやすくなります。ちょっとね油跳ねしてくる時もありますので、やけどしないようにだけ十分に注意してください。焼いていくとねこうお肉からね水分が出てくるのでパチパチ跳ねやすくなります。はい、今ねだいたい4分ほど焼きました。いい感じに焼き色がついてたら裏返してください。よいしょ、このように美味しそうに焼き上がってますね。そしたら片面はだいたい3分ぐらいでいいかな。いい感じに焼き色がつくまで焼いてください。裏返したらね余分な油は拭き取りましょう。そうすることでね油跳ねを防止することができます。はい、3分経ちました。そしたら一度裏返します。そしたら火加減ちょっと強めの中火ぐらいにして、最後もう一度ね両面カリッと焼いていきます。だいたい 2,30 秒ぐらいですね。このようにちょっと押さえつけながら焼いてください。また裏返します。そうするとねとても表面がカリッとした仕上がりになります。片面も同じように焼きます。はい、 OK です。このように美味しそうに仕上がりました。そしたら最後お肉を切っていきます。やけどしないように食べやすい大きさに切っていきます。今回は半分に切ってこれを食べやすい大きさに切っていきます。はい、見てください。お肉はねこのようにとてもジューシーな仕上がりになってます。しっかりね火も通ってますね。それではお皿に盛り付けていきたいと思います。はい、これで油淋鶏の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はカリッとしてお肉もジューシーな仕上がりになってます。最後はネギダレをたっぷりかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。胸肉がしっとりしててすごく美味しいです。すっごい柔らかいですね。そしてこのネギダレも蜂蜜のコクが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の油淋鶏のポイントです。まずですねお肉なんですが、今回は鶏胸肉を使ってます。こちらはお好みで鶏もも肉を使っていただいても OK です。鶏胸肉を使う場合はブラン液といってお水、お砂糖、塩、こちらを混ぜた液体に30分ほど漬け込んでいただくとお肉がとてもしっとりとした仕上がりになります。もしお時間にね余裕がある時は1時間ほど漬け込んでいただくとよりいいと思います。結構ね鶏胸肉はね加熱するとパサつきやすいんですが、
が、このひと手間をしていただくだけで全然食感が変わってきますので、ぜひやってみてください。そしてブラン液から取り出したらしっかり水分を拭き取って、その後片栗粉を全体にまぶしてください。ブラン液に漬け込んでるとね、塩も入っていますので、少し下味もつきますので、塩コショウはせずにそのままねつけていただいて OK です。そして焼く時なんですが、油はね少しだけで OK です。揚げていただいてもいいんですが、油を結構使いますので、少量の油で今回は揚げ焼きにしてます。焼き始める時なんですが、皮がついていた方を下にして、そしてヘラで軽く押さえつけながら焼いてみてください。そうするとね、綺麗な焼き色がついていきます。そしてだいたい4分ぐらい焼いていただいて、いい感じに焼き色がついたら裏返して、そして反対側はだいたい3分ほど焼いてみてください。そしてお肉を一度裏返したら余分な油を拭き取ってください。そうすることで油跳ねを防ぐことができます。最初の方はね、ちょっと油を多めにしていただいた方が表面がカリッとした仕上がりになりやすくなります。あとはですね、片面も焼き色がついたら火加減強めの中火ぐらいにして、だいたい 2,30 秒ですね、表面をカリッとするまで焼いてみてください。あとはやけどしないように食べやすい大きさに切って、そしてネギダレをかけて召し上がってください。ネギダレはですね、今回蜂蜜を加えてるんですが、蜂蜜のコクが加わるととても美味しく仕上がりますので、蜂蜜がダメじゃない場合はぜひ入れて作ってみてください。あとね、もう少しパンチの効いた仕上がりにしたい時はニンニクを刻んで一緒に入れていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は油淋鶏を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。